郷土は中国北部の草原の住むある古い民族に由来します。殷と周の時代には30、県殷、勲域と呼ばれていました。この民族の一つ支部である。戦国時代には郷土と呼ばれ始まりました。郷土という名前が中国の年代記にはっきりと記録されたのは紀元前3世紀の新王朝からでした。ほとんどの現代の学者は郷土が華夏族に由来すると信じています。紀元前16世紀、夏王朝は終焉を宣言しました。天一の激しい追撃のもと、夏の最後の手力が北に逃げました。郷土のトーテムは中国人とほぼ同じ黒竜で、これはまた郷土が実際に華夏族に由来していたことを証明しています。手力と他の夏王朝の氏族が北に逃げた後、彼らは地元の遊牧民と合併しました。約1000年後、戦国時代の末に統一された郷土政権が形成されました。趙はかつて郷土を攻撃するために李牧将軍を派遣し、秦の始皇帝も蒙天に北部の郷土を攻撃するよう命じました。郷土政権はある程度打撃を受けたが、中国中原北部の砂漠草原では常に活動していた。郷土と漢民族は非常に異なる二つの存在でした。郷土は北方の遊牧民で強力な馬、弓矢を持っているが、生活資源が不足していた。彼らの食料と避難所はすべて草原に依存しており、草原の季節の変化に応じて移動します。なので、彼らは固定の住む場所を持っていませんでした。南の漢民族は生活資源が豊富で、人口が多く農業に頼って生活しています。大きな災害がなければ、祖先は何世代にわたっても同じ場所に住むことになりますが、戦闘力が弱い。そのような強弱関係が存在していたから、古代の郷土はほぼ数十年ごとに南の方に行き、彼らの生活資源を略奪しました。この点で中、元歴代の王朝は郷土に抵抗のために万里の長城を作ったり、漢の美人を将軍を郷土と結婚させたり、多大な努力を払いました。清州王朝では、そのような衝撃的なことが起こりました。それは、周の幽王は、諸侯をいじめることでした。幽王は平乱、発生の合図ののろしを上げさせ、太鼓を打ち鳴らし、軍を緊急招集した。駆けつけたが、何事もないのに困惑する将兵を見て、皇子は、初めて笑った。喜んだ幽王は、しばしばそれをやった後に、困惑された将兵と諸侯たちは彼を憎んでいた。ついに遊牧民の部族が実際に首都の後継を攻撃した時、幽王が再び砲火を上げさせたとしても、諸侯たちは彼を救うために来ませんでした。最終的に周王朝の首都である後継が剣銃によって攻略された。幽王が殺された。幽王の死に中、元王朝に大きな脅威を感じさせました。中、元王朝の皇帝でさえ、彼らに殺されました。これは確かに大きな出来事でした。記録によると、幽王は、遊牧民によって殺された、最も早い皇帝であるはずでした。この事件は後代の皇帝によっても、印象的でした。秦王朝は、北の郷土が侵入を防ぐために、万里の長城の建設に、多額のお金を費やすことを躊躇せず、蒙天を派遣して30万人の軍隊を率いて、北に鎮守していた。秦と漢の時代、モンゴルの草原で最も強力な遊牧民は、郷土でした。秦王朝の崩壊後、中原は混乱と内部矛盾の時代に陥りました。この時、中原王朝の勢力も底を落ちました。彼らは、毎年郷土に略奪されていたので、郷土のかき乱すに対処法はありませんでした。漢の高祖劉邦が、項羽を倒して漢王朝を樹立した時、彼は、息が盛んであった。自分は、天下無敵と信じて、
強度はどのような強くでも降雨より強くはない。それゆえ、野心に満ちた漢の高祖劉邦は自ら南に向かっている匈奴を攻撃するように軍隊を率いていたが、この時、匈奴は強い軍事力を示した。匈奴の何十万人もの騎兵が整然としている装備を使い、白い馬に乗った人とか、黒い馬と赤い馬に乗った人もいました。再び劉邦を見てみます。彼の軍隊は混乱していて、同じ色の数頭の馬でさえまとめられません。主に歩兵に頼っていました。言うまでもなく、結局、劉邦は、白土山に数十万人の匈奴の精鋭に包囲され、敗北した。匈奴全羽の妻に賄賂を渡さなかったとしたら、劉邦はずっと前に、そこで亡くなっていたでしょう。逃げた劉邦は匈奴に本当に怯えており、毎年匈奴に多くの財物を与え、皇族から選んだ女子を匈奴に送って、和親することを結びました。漢王朝は、そのような屈辱の中で生き残ったと言えます。漢の武帝の流鉄まで、漢王朝の数世代にわたっての発展の後、国力は前例のないほど強くなり、それは独自の騎兵隊を持っていて、冶金技術の面でも漢王朝は大幅に改善されました。武器の面でも漢王朝は大きな利点があり、兵士の護身用具も匈奴よりも優れていました。100年近く経ち、匈奴の全羽は次々と後退していますが、匈奴の技術レベルは全く向上しておらず、今でも本来の戦術だった。そのため、漢の武帝は、匈奴と戦うことを決意しました。匈奴は、かつての柔らかい相手が、今はそれほど強くなるとは考えていませんでした。匈奴は、多くの敗北を飲み込んだ。特に各挙兵の打撃を受けて、匈奴王朝はほとんど覆滅されました。しかし、それでも、武帝は匈奴を完全に根絶しませんでした。後漢時代、匈奴は、北と南の二つの支部に分かれていました。南の匈奴は、後漢に進歩し、中原に入り、農業文明を始めました。後の開発で徐々に中国化されました。北部の匈奴はまだ遊牧民の文明を続けていました。漢王朝の軍事的圧力の下で、匈奴は家族を連れて西に移動するしかならなかった。彼らはどこに移動してもそこに定着し、その地域で最も強力な軍事力の存在になりました。匈奴は漢王朝との接触が多かったため、西洋の部族に比べたらまだ非常に進んでおり、また、匈奴は戦闘が得意で、広い地域を素早く征服しました。地元の人々も匈奴が西方への移住のために、西方への移住を続けました。彼らの思いは、匈奴を打ち負かすことができなければ隠れることでした。西に移住したこれらの難民は、生命の安全が脅威された下で、生き残るための強い意志を示しました。匈奴のように、彼らは、平和に暮らし、働くヨーロッパの都市に、狂気の攻撃が開始しました。18世紀、フランスの歴史家は、中国の歴史書を研究しながら、西洋各地の歴史書を統合した後、この意見を提出した。当時、中国の漢時代に、北の匈奴中の一つ支部は西に移動し、ついにヨーロッパに到達し、ヨーロッパの歴史の中で、いわゆる、フン族になりました。これらのフン族は、非常に好戦的で、地元のゴート族を森から追い出し、最終的にローマ帝国を一掃し、非常に強力な政権を樹立しました。指導者の突然の死によって、国がひどく分裂したのは453年になってからでした。現在のハンガリーやブルガリアなどの国々は、当時、すべて北の匈奴政権から分裂されてきたものでした。さらに、当時、北の匈奴は敗北後、大きく4つの部分に分けられました。一つは、上記のヨーロッパに行った匈奴で、300年をかけて、西洋人との統合に成功しました。2番目のグループは前羽の弟の氏を、コンが率いていましたが、この匈奴のグループは、
数年後に再び問題を起こし、最終的に漢王朝によって一掃されました。3番目の支部は、鮮卑の人々と合併しました。匈奴時代の終わりに、鮮卑族の政権が台頭し、多くの匈奴が鮮卑に加わりました。最後の他の匈奴は、砂漠の草原に散らばり、歴史に消えていきました。技術が発達している今日、人々は DNA シークエンシングを通して匈奴を研究し、ハンガリー人は匈奴ではないことを発見しました。漢書の記録によると、匈奴は黄色い肌と平らな花を持っていますが、現在のハンガリー人は完全にヨーロッパの特徴を持つ匈奴の外貌と違います。また、他の話がヨーロッパに到着した匈奴はもはや純血のではないと指摘しました。漢王朝初期には、匈奴の中には役人を務めていた漢民族が多く、それに匈奴は連年にも聖戦のため男性が大幅に減少しました。この場合には、匈奴は漢の男性が自分の女性と結婚するを要する。例えば、西部地域の施設を務めていた長犬や羊を飼うために大草原に行った祖母はいずれもそのような経験をしており、強制的に通婚と要求されました。上記に西洋に行った匈奴は、実際、それはその前に、もう純血ではありませんでした。ご存知の通り、遺伝子が実際に希釈効果を持っています。数万の匈奴が、数百万の人口を持つ西ヨーロッパに統合され、数百年の繁殖の後、最終結果は必ずに西洋人に同化されました。したがって、いわゆる DNA シークエンシングでも、ハンガリー人の祖先が北の匈奴であることを否定することはできません。歴史は発展しており、民族グループは絶えず統合されています。今日まで、どの民族が古代匈奴であるかを結論づけることは、非常に困難です。2018年には、ハンガリーで第10回匈奴の子孫大会が開催され、当時30カ国以上が参加したと言われています。ハンガリー、トルコ、カザフスタン、そしていくつかのスタン諸国からの人々が参加するようになり、彼らは皆、彼らの祖先は匈奴であると言いました。これに基づいて、実際には、逃げた数万人の北の匈奴が下西回廊を通って、ヨーロッパに到達し、ユーラシア大陸全体に散らばっていたと推測できます。各民族グループの遺伝子には、若干的に匈奴の血統を持っています。つまり、カ家族の血統は、世界中に広がっています。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。